はいどうもガラージトムさんでございます。今日も先週に引き続いてエンジン周りの整備をしていきたいと思います。先週はシリンダーヘッドカバーの結晶塗装を行いました。今日の作業ではシリンダーヘッドカバーをエンジンに組み付けながらオイル交換、オイルフィルターの交換、スパークプラグの交換、VTEC ソレノイドバルブの整備を行っていきます。今日の整備のために購入したものはこちらです。はい、まずホンダ純正のスパークプラグ4本です。はい、それからね、オイルは、今何が入っているかわからないので、ホンダ純正オイル 5W40 を5リッター購入しました。はい、それからね、今日はもう一つ、ソレノイドバルブの整備を行うんですけれども、エンジンルームも、徐々に綺麗になってきているので、ソレノイドバルブの周辺が汚れているのがちょっと気になるかなと思ったので、ソレノイドバルブカバーキャップっていうんでしょうか、これeBay で購入して、アジアの方から送られてきたパチモンです。なのでサイズがね、合うのかどうか後で試してみて、合うようであれば装着してみたいなと思います。はい、では一緒に見ていきますか。スパークプラグ点検から交換。記録によるとスパークプラグの交換は約7年前だったみたいですね。整備マニュアルによると6年ごとの交換になっているので、これはもうすぐに交換しないとダメですね。今思えばバルブクリアランスの調整もやっておけばよかったんですけれども、なんか忘れちゃったんでまた今度にしたいと思います。このプラグの走行距離は約2万キロだったみたいですね。エレクトロードギャップは 1.2 ミリ以下でした。このプラグの状態についてコメントをいただけると助かります。という感じで古いプラグの点検は終わりましたので、新しいプラグを取り付けていっております。この後テスト走行をして焼け具合を点検していきたいと思います。そうそう、新しいプラグをつけたばかりの時の走り方というのは何か特別なやり方ってありますか？ご存知でしたらコメント欄から教えてください。シリンダーヘッドカバーと周辺部品の装着。シリンダーヘッドカバーを装着するときにスパークプラグホールを指で掴んで装着作業をするといいという情報があったので、そのようにしております。そして新しく装着したスパークプラグホールシール、それがスパークプラグホールガイドとしっかり噛み合っているかというのを今チェックしています。ヘッドカバーパッキンも正しい位置に座っているかどうか確認しておくといいと思います。ハーネスを定位置に戻したりセンサーを接続したりということもやっておきましょう。そして新しいヘッドカバーワッシャーの座りも確認していきます。ワッシャーもパッキンも新品ですのでね、ボルトの締め方が偏らないように注意しながら締めています。最後に規定トルクの12ニュートンメーターで増し締めしておきました。ボルト締めの後は目視でパッキン類の座り具合を確認しておきました。そして次はイグニッションコイルを装着していきます。イグニッションコイルは元の位置に戻す形で装着することにしました。今後いつ突然不具合が発生するかわからないのでね、場所は変えずに同じ場所に戻しておきました。このボルトも規定トルクは12ニュートンメーターです。次にインマニカバーと PCB パイプ、ブリーザーパイプを接続装着をしてコイルカバーを装着するとこんな感じになりました。となるとですね、ソレノイドバルブ周辺の汚れが気になりますよね。エンジンオイル下抜き、変なもん出た。サンププラグがサビサビだったので心配でしたけれども、問題なく緩めることができました。先ほどオイルの銘柄不明というふうに言ったんですけれども、よく調べてみたらカストロールエッジという銘柄だったようです。
そして前回の交換日は約10ヶ月前。走行距離はそれから1500キロぐらいだと思います。今オイルフィルターも外しているんですけれども、取れてなかったので音だけで申し訳ありません。使われていたフィルターはブランドが不明、韓国製のものがついてましたね。オイルの状態は1500キロでもまあまあ汚れるもんなんですね。はい、そしてこれなんかわけのわからないものが出てまいりました。ワイヤーブラシっぽくも見えますよね。エンジン内の部品ではないと思います。はい。VTEC ソレノイドバルブユニットの整備。外側の汚れが気になったソレノイドバルブユニットですけれども、内側の整備もやっていきたいと思います。マニュアルによると整備のポイントとしては2点あるようです。1つ目はフィルターの状態、2つ目はバルブの状態ということなので、この2点をチェックしていきましょう。フィルターはガスケット部分が押しつぶされて平らになってしまっているので、ここは新品に交換をしていきます。こちらがソレノイドバルブですけれども、スプリングの状態も問題がないと思います。スイッチ側と本体の間にあるガスケット、これもかなり押しつぶされた状態だったので、新品に交換をしていきます。フィルターは純正で購入可能ですけれども、ガスケットの方は純正販売がないということなので、バラードスポーツというところから調達いたしました。ユニット内部とソレノイドバルブ本体はブレーキクリーナーで清掃してあります。ユニットの外側についてはワイヤーブラシで磨きをかけてあります。まあまあそれなりに綺麗にはなったかなと思いますが、いかがでしょうか。新しいガスケットとフィルターの装着の時にはエンジンオイルを少しまぶしておくということなので、そのように作業をしてあります。ガスケット類、フィルター類も装着して、ソレノイドバルブも元の位置に戻せば、これで組み付け準備が完了になります。圧力バルブの電気的な抵抗チェックもやらないといけないんですけれども、これは道具が今ないので後回しにしてやります。 VTEC が効かないなという時には抵抗チェックをすればいいという状態になりました。 VTEC ソレノイドバルブユニットの装着。これまでにオイル漏れがあった痕跡はないんですけれども、今後ね定期的に観察していきたいので、ここの部分はよくブレーキクリーナーで洗浄しておきました。結局ねソレノイドバルブユニットの整備といっても、ボルトを3本外して、分解してブレーキクリーナーで洗浄して外側の磨きをかけて、フィルターとガスケットを交換しました。そしてまた3本のボルトを戻していきます。こういう単純な整備だったんですけれども、こういうことって結構大事だと思うんですよね。細部にも注目して気を配っておくと、そして、たまに外してまた戻す、こういう作業の繰り返しが、テクニカル技術的な、フォルトっていうのを事前に発見したりね、そういうことにつながるのかなと思います。例えばトラックデーでサーキットを走らせる時も毎回油脂類は交換したいわけですし、ボルト類も毎回増し締めしたいということもありますよね。こんな風に DIY 整備はどんどん楽しくなっていくわけでございます。ホンダ純正オイルフィルター装着。整備マニュアルによると S2000 のオイル交換は 4.8 リットル必要で、そのうちフィルター部分に300ミリリットルと書いてあります。フィルターにもオイルを事前に入れとけよということなのでね、200-300ミリリットル入れてあります。フィルターを取り付ける場所に古いフィルターのパッキンが残っているとオイル漏れの原因になるので確認をしておきましょう。取り付け方はシンプルですね。一旦ネジが噛み合ったらくるくるくるっと止まるところまで回していきます。純正フィルターには番号が印刷してあるので便利ですね。手で回して抵抗を感じた場所から約1周
1番のところで止まったので7を足して8番のところまでぐるっと1周回して完了です。ホンダ純正オイル注入。オイル交換の作業を完了するまで知らなかったんですけれども、 S2000 のボンネットは直角真上まで開くんですよね。しかも直角に開けた状態でホールドする穴もちゃんと準備されているんですよね。そのことを知らないとこういうことになりました。はい、ボトルで入れようと思ってもスペースがなくてうまくいかなかったということです。ですのでね、このカップで小分けで入れていくことになりました。マニュアルによると5000キロでオイル交換になってますね。今後サーキットでテストをするときなどはその都度交換することになるでしょう。なのでね、整備後にボンネットが90度開くということが分かったので、それはそれでよしとしましょう。あ、そうそう、エンジンオイルを上から抜くためのポンプを持ってるんですけれども、 S2000 は抜き取り用のパイプが中に入ってくれなかったということがありました。ちなみに息子の M16A、 スイスポのエンジンですね。 M16A にはちゃんとパイプが入って作業もできたんですけどね、不思議ですね。ちなみにこのスイスポはイギリス専用ボディで3ドアのタイプです。イギリス専用車にご興味がある場合は車探しのお手伝いをさせていただきます。インスタから DM をください。話がそれている間にオイル注入の作業も完了いたしました。一歩一歩レスターの作業が進んでまいりましたけれども、まだこれが気になるな。ソレノイドバルブカバーキャップパチモン。冒頭でご説明したようにこのパチモンのキャップいい色なんですけどね、パチモンということでね、きちっとフィットするかどうか、それから、放熱に問題が出てこないかどうか、そういうことにね注意しながら取り付けにチャレンジしていきたいと思います。サイズ的にはやっぱりちょっとね余裕がありすぎて、スポッと抜けるし、左右に動かしてもカチカチっと音がするぐらいの隙間がありました。放熱に問題が出ないようにこんな感じで両面テープで処理しておきました。1500円のドレスアップですから OK としましょう。来週のガラージトムさんでは S2000 をイギリスの車検場に持ち込みます。イギリスの車検について簡単にご説明したいと思います。そして車検の結果についてもご報告させていただきます。動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、プレミア予約をしておいてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では来週までごきげんようです。Alien national baby.